こんにちは。レオチャンネルへようこそ。本日もありがとうございます。この男の子の犬の名前はシェベルです。シェベルは元飼い主から長年にわたり何度も殴られるという虐待を受け続けた後、最後には水さえもない廃屋に重い鎖でつながれ、腐りきった食べ物とともに遺棄されました。2021年10月、アメリカ合衆国カンザス州ウィチタで活動する動物救助団体ビューティーズ&ビースツインクは地元ボランティアから荒れ果てた廃屋につながれた瀕死の犬の救助依頼を受けました。駆けつけた救助スタッフはあまりにもひどい飼育環境を見て驚きました。重く巨大な鉄の鎖につながれ、痩せ細った犬の体には大小のさまざまな傷があり、その横には異臭を放つ腐ったお米が入った鍋が置かれていました。全身に傷を負い、飢えと痛みに苦しみながらも犬は懸命に生きようとしています。スタッフは犬を車に乗せると提携する動物病院へ急ぎました。受付時にシェベルと名付けられた男の子の犬には詳しい検査が開始されました。衰弱し、ひどい脱水状態にあった犬は約3歳であることが分かりました。シェベルの体重はわずか 11kg で、彼の犬種の平均体重23から 27kg の半分しかありません。救急治療室での検査でシェベルの下の半分が感染症で腫れており、胸には大きな傷があり、壊死していることが分かりました。また、重度の感染症を患っており、明らかに傷つけられたような虐待の兆候が見られます。シェベルが置かれていた状況に、スタッフたちは言葉にできないほどの怒りと悲しみに襲われました。そして、この恐ろしい虐待事件について、動物管理局へ通報、地元当局に調査を依頼しました。救助から3日が経ちました。下の半分近くが失われており、残りの部分は腫れてひどく感染しており、ほとんど自力で食事をとることができませんでした。ありがたいことに、点滴、鎮痛剤、抗生物質を24時間投与した後、腫れは軽減し、初めて飲み物を飲み、ごく少量を食べることができました。しかし、新たに胸部の壊死した皮膚による懸念に直面しています。敗血症の深刻なリスクだけでなく、皮膚が急速に腐って強行が露出する可能性があります。シェベルには長い道のりが待ち受けており、容体は依然として非常に危険です。4日目、シェベルはカンザス州立大学獣医学部の ICU で専門医による傷の治療を受けるために入院しました。鎮静薬を投与されたシェベルは傷を徹底的に検査され、最善の処置を決定される予定です。虐待による怪我が原因で壊死を起こした強行の傷の重症度について、医師から話を聞いたとき、スタッフたちの心は再び張り裂けそうになりました。詳しい検査で明らかになったシェベルが負った傷の状態は衝撃的です。胸部は壊死した皮膚で覆われ、周囲には打撲傷があり、太ももの内側には感染性の斑点があり、腰の広い部分にも壊死組織の切除が必要でした。シェベルはなんとか自力で水を飲むことはできますが、悲しいことに十分な量を摂取できず、脱水症状と戦うために点滴を続ける必要があります。救助から2週間が経ちました。シェベルはさらに高度な治療を受けるためにカンザス州立大学獣医学部からコロラド州立大学獣医学部に移送されました。医療チームは感染した組織を切除、
主治医は術後の経過がとても良好だと喜んで報告してくれました。20日目、スタッフたち全員が待ち望んでいた瞬間がやってきました。様々な症状は劇的に改善していきました。医師チームは頬と首の後ろの傷をほうぼう、医師も回復の速さに驚いています。1週間前、感染が腰の骨に広がり、彼の命を奪うのではないかという懸念が嘘のようです。シェベルは彼の主治医で友人のディアス博士とちょっとしたドライブを楽しみました。救助から3ヶ月が経過した2022年1月、あらゆる困難を乗り越えた奇跡の少年シェベルは、コロラド州立大学での2ヶ月半の滞在を終え、カンザス州ウィチタに帰ってきました。シェベルとの再会は、出迎えてくれた人たちにとってとても感動的でした。救助団体ビューティーズ&ビースツインクが最初にシェベルの緊急救助を受け、その時スタッフと一緒に救助に立ち会ったボランティア女性ニコルさんは、シェベルが他の家に行き、万が一また悲しい思いをするのは耐えられないと、彼の治療が一段落したらいずれシェベルを養子として迎えたいと話していました。保護団体にとってこれ以上シェベルにふさわしい素晴らしい飼い主はいません。スタッフたちはこの特別な少年のために心を開き迎えてくれたニコルさんにとても感謝しています。シェベルは新しいお母さんニコルさんの下で通院を続けていくことになりましたが、その全額は全て救助団体ビューティーズ&ビースツインクが賄うことになりました。しかしながら全て賄うにはまだ数千ドル以上足りません。保護団体では SNS でシェベルの医療費用をカバーするための寄付を募りました。その後、シェベルの物語は多くの人々の感動を呼び、全米からたくさんの寄付が寄せられ、それは医療費用の全てを賄えるほどでした。その後の調べで、シェベルがつながれていた廃屋となった住宅の持ち主が特定されました。しかし地元警察は最終的に住宅の持ち主はシェベルと無関係だと結論付けました。おそらくシェベルの元飼い主は彼を遺棄する場所を探し、偶然その廃屋を見つけたのかもしれません。シェベルを長年にわたり虐待し続け、最後に水さえもない場所に置き去りにした恐ろしい人間が今も同じ太陽の下にいることはとても腹立たしい限りです。救助から5ヶ月が経過した2022年3月、治療を支えてくれた人々に感謝を伝えるパーティーが開かれました。シェベルは「こんにちは」と声をかけ、ケーキを準備してたくさんの人々を出迎えました。会場ではシェベルにインスパイアされた「See something, say something」、不審な事柄があればすぐに通報してくださいとプリントされた T シャツと「ブレイク・ザ・チェーン、負の連鎖を断ち切る」と書かれたステッカーが置かれ、救助団体の活動を広く知ってもらい、今後の活動支援のために販売されました。シェベルの物語は虐待や放置に苦しむ動物たちに希望を与えるものです。彼の強い意志と支えてくれた人々の愛情が奇跡を生み出しました。現在、シェベルは人間のお父さん、お母さん、犬の兄弟と共に素晴らしい日々を過ごしています。当初、彼は鎖につながれ衰弱死脱水症状を起こした
痩せ細っただけの犬だと考えられていました。しかし、その後、スタッフたちがこれまでに見た中で、最悪の残虐行為と放置による事件の一つに変わりました。彼は鎖につながれ、舌の半分近くを失い、食べることもできず、餓死寸前ながら救出されるまで懸命に生き延びました。その感染と腐敗した異臭は、彼の生存を疑わせるほどひどいものでした。罪のないシェベルが今までどのようなひどい虐待に耐え、舌と胸部に深刻な損傷を与えられたのか、謎は未だに残っています。彼の瞳にはもう悲しみはなく、愛と感謝の光が輝いています。その笑顔は私たちにどんなに辛い状況でも希望を捨てずに生きることの大切さを教えてくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。